ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？今日はね、若者による迷惑行為の話題についてよ。現在、コンビニでの悪ふざけ動画の拡散や、マクドナルドでの中学生出禁問題が SNS で大きな波紋を呼んでいるの。今日は、とある県の高校生によるコンビニでの悪ふざけ騒動、そして福岡県のマクドナルドにおける中学生出禁問題について徹底的に解説していくよ。また、バイトテロとか、客の迷惑行為の話題と、本当に学習能力が中連中ばっかりやね。お店側もたまったもんじゃないばい。一体、どんなアホなことやらかしたと？本当に困った問題だよね。まずは、大分県のコンビニで起きた事件から詳しく見ていくよ。事の発端は、コンビニの店舗内で、少年ら数人が、店の商品を使って悪ふざけする様子が映った動画が、X で取り上げられ、批判が相次いでいることなの。商品を使って悪ふざけって一番やっちゃいかんやつやん。売り物ばなんだと思っとると？具体的にどんな動画だったと？動画は30秒強あってね、2026年2月22日に X 上で取り上げられて、大分県内の高校生による迷惑行為だと指摘されたの。もともとはインスタグラムのストーリーに投稿されていたと見られている動画で、動画の内容を説明するとね、まず短パン姿の少年が店内のテーブルに近寄り、飲料の缶を手に取って飲むような仕草を見せるの。は？買ってないのに飲むふり？汚らわしいばい。それだけじゃないっちゃろ？さらにひどいの。隣にいた別の少年は商品の袋を手に持っていて、その一つを口に近づけてキスするような動きをしたんだよ。キモ。誰がそんな唾液つきそうな袋の商品買いたがると思うと？想像しただけで吐き気がするばい。まだまだ続くよ。奥にももう一人の少年がいて、冷蔵ケースからペットボトルを手に取って飲むような仕草をしたの。続いて奥の少年が床にうつ伏せになって、短パンの少年がその上に覆いかぶさるような行動をとったの。コンビニの床でうつ伏せ？衛生観念どうなっとると？しかも覆いかぶさるって完全に公共の場を自分たちの部屋か何かと勘違いしとるやん。さらにもう一人がスマホをかざして何かする動作をしているの。そして短パンの少年は床に伏せた後、店内を走り回って仰向けに寝そべっていたんだよ。店内を走り回って仰向けに寝そべる。控えめに言って猿以下の知能倍。人間の言葉通じるんか疑うレベルやね。これ周りのお客さんや店員さんもドン引きやったろうね。本当にその通りだよね。この動画は SNS であっという間に拡散して、まとめサイトも取り上げて大きな話題になっているの。ネットユーザーからは、なんでこういうことするんだろう。店内でこんな騒ぐの迷惑なのわかるでしょ。厳正な対処を求めたいです。といった批判の声が次々と出ていたよ。そりゃ、相対。なんでこういうことするんだろう。で本気で理解に苦しむ場合。承認欲求の化け物か何か知らんけど、こんなの晒して、俺らおもろいやろ、って思っとるのが痛々しすぎるっちゃ。で、このバカ者たちの正体は分かったと？それがね、大分県内の高校生ではないかと、ネットで特定が進んでいて、名指しされた大分県内の高校は、2月25日、J キャストニュースの取材に対して、県教委にも相談しながら、事実確認をしていると答えたの。でも、その後の27日には、このことについては、県教委に問い合わせてほしいと、取材に説明したんだよ。出た。学校側の、うちは、もう関係ありません。上に聞いてください。っていう責任逃れ。保身に走るのが早すぎるばい。それで、教育委員会は、なんて言っとると？県教委の高校教育課は、同日、学校名などは、特定を避けるため公表できないとしながらも、県内の同じ高校の3年生男子生徒5人が、動画の行為を行っていたと、取材に明らかにしたの。高校3年生？もうすぐ卒業して社会に出るか、進学する立派な18歳前後やん。小学生の悪ふざけかと思ったら、まさかの高3って、日本の未来が暗すぎるばい。で、なんで、こんなアホなことしたって言っとると？大分県教委の説明によると、いつかは公表できないが、最近のことだというの。そして理由なんだけど、卒業を前にした自宅学習期間に、自動車運転免許を取ろうとして、宿泊先で夜に開放的な気分になり、動画のような行為をしていたそうだよ。はぁ？免許合宿で開放的な気分になったからコンビニ荒らしましたって何の言い訳にもなっとらんやん。開放的な気分になったら犯罪まがいのことしていい法律なんてなかろうもん。そもそも床に寝そべったり覆いかぶさったりってどんなテンションやねん。実はそこにも理由があってね、彼らは生徒同士でオンラインバトルゲームを日頃楽しんでいることから、コンビニの店内ではゲームのアクション真似事をしていたというの。
ただ、迷惑になることから大声は出していなかったとも主張しているんだよ。ゲームのアクションの真似？ FPS かなんかの打ち合いゲームの真似ば、現実のコンビニの床でやっちゃったってこと？現実とバーチャルの区別もつかんのか。しかも、大声は出してないからセーフみたいな言い草、腹立つばい。無言で床這いずり回って商品にキスしてる方がよっぽど不気味でホラーやん。完全にサイコパスの集団ばい。葵の言う通り、大声を出していなくても、衛生面や他のお客さんへの迷惑を考えたら、絶対に許される行為ではないよね。それに、このオンラインゲームのモーションを現実空間で無自覚に再現してしまうという現象は、最近の若者の間で問題視されているの。彼らにとっては、画面の中のキャラクターを動かす感覚で、現実の自分たちの体を動かし、それをスマホで撮影して、画面の中のコンテンツに還元するという、現実感の欠如が背景にあると考えられるんだよ。なるほどね。自分たちが迷惑な人間じゃなくて、面白動画のキャラクターになっとる錯覚に陥っとるわけか。バッテン。そんな言い訳、社会に出たら1ミリも通用せんけんね。それで、このおふざけ集団は、どうやって責任取ったと？ちゃんと警察沙汰になったっちゃろ？それがね。その後、生徒らは保護者と共にお店を訪れ、多大な迷惑をかけたとして謝罪したの。店内の器物を破損するような違法行為はなかったという、このことを店側も確認し、話し合いで解決したとしているんだよ。そして、店側は警察への被害届を出さない意向を示したというの。はぁ？被害届出さん？嘘やろ。甘い対応する件。次から次へと模倣犯が出るチャローが。器物損壊がなくても業務妨害にはなるんやないの？これでお咎めなしなら謝れば何しても OK で勘違いするバカが増えるだけばい。葵の怒りももっともだよ。動画のコンビニについては店内の様子からファミリーマートの店舗ではないかとネット上で指摘されていたの。そして宮崎、鹿児島両県内でフランチャイズ店舗を展開する南九州ファミリーマート鹿児島市の広報担当者は2月26日、当社が管轄する店舗で撮影された動画であることに相違ございませんと取材に答えたの。ただ、個別事案の詳細につきましては回答を差し控えさせていただきますとしているよ。ファミマ側の立場もわからんでもないけどさ、フランチャイズのオーナーからしたら、訴訟とか警察の対応に時間とコストを取られるより、さっさと謝らせて手打ちにした方が経営上のダメージが少ないって判断したんかもしれんね。でも、社会正義としては全然納得いかんばい。その通りだね。これは追加情報なんだけど、企業側が被害届を出さない背景には、これ以上騒ぎを大きくして店舗のイメージを損ないたくないという心理や未成年相手の法的手続きにかかる膨大な労力という実務的な壁があるの。でも、これが結果的にデジタルタトゥーとして彼らの人生に一生つきまとうという社会的制裁に委ねられてしまっている現状は法治国家として歪だという専門家の指摘もあるんだよ。なるほどね。警察に捕まらん代わりにネットの海に一生コンビニで床ペロしたキモい奴らとして顔も名前もさらされ続けるわけやね。就職活動も結婚も全部この動画が足引っ張るっちゃけん。ある意味警察に捕まるより地獄かもしれんばい。自業自得やけどね。そうだね。ネットの記録は本当に消えないから軽い気持ちでの悪ふざけが一生を棒に振ることをもっと多くの人に知ってほしいよ。さて、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。葵の博多弁の毒舌で、世の中の理不尽をぶった切っていくけん。絶対チャンネル登録してね。高評価も押しといて損はさせんばい。それじゃあ、後半の話題に移るよ。次は、福岡県のマクドナルドで起きた、中学生の出禁騒動についてなの。マックで出禁？よっぽどのことやらかさん限り、天下のマクドナルドが出禁なんて言わんやろ。しかも中学生って、何があったと？福岡市内の中学校2校の生徒による迷惑行為がやまないとして、同市内のマクドナルド店舗が生徒同士の出入りを禁じる張り紙を出していることが分かったの。注意を重ねたけど、改善されないため、出禁に踏み切ったそうだよ。中学校を名指しして出禁って、前代未聞やん。どんだけ迷惑かけとったとよ。張り紙のタイトルは、お客様各位となっていて、こんな報告事項が書かれていたの。中学生による店内での迷惑行為があったとして、2024年8月に店が改装して再オープンしてから、こうした行為に対し、長い間注意を重ねてきたんだけど、改善されない状況です、と明かしたの。2024年の8月からってことは、もう1年以上も注意し続けとったってこと？
店員さん、めちゃくちゃ我慢したんやね。ほんと気の毒ばい。そうなの。そのため、不本意ながら、以下の対応を取ることになりましたのでご報告いたします。として、赤字で、福岡市内の中学校2校の名前を挙げて、その生徒らにこう告げたんだよ。生徒のみでの出入りを禁止させていただきます。駐車場に集まるのも危険ですのでおやめください。入店される中学生と思われる生徒さんには、お声をかけさせていただきますがご了承ください。とね。赤字で中学校名指し。こりゃ本気中の本気ばい。中学生と思われる生徒さんには声をかける。で、もう入り口で関所みたいになっとるやん。そこまでせなあかんほど治安が崩壊しとったってことやね。そして、張り紙の最後は、お客様に安全にご利用いただくために何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。と締めくくられているの。この張り紙を撮った写真は、26年2月25日に X 上で投稿されたんだよ。この投稿は4万件以上のいいねが集まって、まとめサイト、トゥギャッターも取り上げているの。4万いいね。みんな、よくやった。Mac、GJ って思っとる証拠ばい。ネットの反応はどうやったと？この投稿には、これは、相当ひどかったんでしょうね。何をしたらこんなことになるんだろ？といった驚きと店側への同情の声がたくさん寄せられていたよ。実は全国のマクドナルドでは過去にも似たようなことがあってね、神奈川県相模原市内の店舗で中学校を名指しした上で同様な出禁の張り紙が出されて23年7月に話題になったことがあるの。ああ、なんかニュースで見た記憶があるばい。あの時も相当ひどかったじゃろ？うん。この時は、店の口コミ投稿によると、生徒らが試験期間中などに現れて、店に居座って大声を出したり、注文せずに弁当を持ち込んだりするなどしたというの。注文せずに弁当を持ち込む？絶句ばい。マクドナルドを無料のフードコートか公園のベンチと勘違いしとるんやない？営業妨害も甚だしかばい。今回の福岡の中学生らも、店内で同じような迷惑行為をしていたのかなって疑問が湧くよね。そうだね。今回の中学生らは、店内でどのような迷惑行為をしていたのか。張り紙で名指しされた中学校2校のうち、1校の校長は2月26日、J キャストニュースの取材に対して、迷惑行為の内容について説明するのは差し控えたいとしながらも、こう説明したの。校長先生、なんて言い訳したと？張り紙は、昨年の2学期中頃から店内に出されていたと思います。その前からマクドナルド側と話し合ってきましたが、申し訳ありませんが、張り紙をしますとのことでした。苦渋の選択だったと思います。今年に入ってエリアマネジャーの方と打ち合わせしましたが、張り紙について現状そうさせていただきますとのことでした。どの生徒なのか見分けるのが難しいのですが、一部生徒の行為だと思いますので、子供たちに注意喚起して指導もしました。保護者にもこのことをお伝えしています、と答えたんだよ。苦渋の選択だったと思います。でまるで他人事やん。あんたの学校の生徒のせいで、お店がどんだけ損害被ったと思っとると？しかも、一部生徒の行為だと思いますので、連帯責任を避けたがってるのが見え見えばい。もう一校の教頭の対応も問題視されていてね。同日、取材に対し、マック店舗に張り紙が出されたのは把握していると答えたんだけど、どんな迷惑行為があったのかについては、お店が出されていることですので、お店に聞いていただけますか、と述べたの。はぁ？お店に聞いていただけますか？ふざけんなばい。お前んとこの生徒がやらかしたんやろがい。なんで被害者であるマクドナルド側に説明責任を丸投げすると？教育者としての自覚が1ミリもなかね。こんな無責任な教師がトップにおるけん。生徒も常識知らずに育つちゃろうが。葵の怒る気持ち、すごくよくわかるよ。この教頭の発言は危機管理の観点からも非常に不適切だと言わざるを得ないね。今回投稿があったマック店舗では、同日、責任者は不在としたものの、入り口1カ所に、現在も張り紙を出していると、クルーの一人が取材に話したそうだよ。そりゃ、剥がせんわな。剥がしたらまた、無法地帯に逆戻りやけんね。本社はどう言っとると？日本マクドナルドの広報部は、同日、取材に対して、メールで次のようにコメントしたの。マクドナルドでは常に地域のお客様に快適で美味しくお食事をお楽しみいただくため店舗体験の向上を目指しております。当該店舗においてはかねてより学校様とも協議を重ねやむを得ずこのような対応を取らせていただいております。お客様にはご理解をいただけますようお願い申し上げますとのことだよ。大企業の模範回答やね。でもやむを得ずっていう言葉に現場の血の滲むような苦悩が透けて見える場合。ここで、すみれ独自の切り口として、なぜ、このような事態が頻発するのか、
社会的な背景を補足するね。現代の若者にとって放課後に集まって安価に過ごせるサードプレイスが極端に減っているの。公園はボール遊び禁止や大声禁止になり、公民館などの公共施設も使いづらい。結果として100円台の商品で何時間も居座れるファストフード店やコンビニのイートインに学生たちが滞留してしまう構造があるんだよ。なるほどね。居場所が中野はかわいそうかもしれんけど、だからって企業にその負担を押し付けるのは筋違いばい。飲食店はボランティアで席を提供しとるわけや中戸よ。まさにその通りなの。飲食店、特にファストフード店は薄利多売のビジネスモデルだから客席の回転率が命なの。100円のジュース1杯で4人も5人も集まって何時間も席を占拠されて、しかも大声で騒いだりゴミを散らかされたりしたら利益が出ないどころか他のお客さんが寄りつかなくなって大きな赤字になってしまうんだよ。客単価が低い客層が一番クレームやトラブルを起こすっていう飲食店の闇やね。マクドナルドが生徒のみの出入り禁止っていう強行手段に出たのはまさに店舗を守るための正当防衛ばい。これを子供の居場所を奪うなとか言って批判する大人がおったら、そいつが自分の家ば解放してやれって話したい。葵の言う通りだね。学校側も一部の生徒と賠償化したり、お店に聞いてと責任転嫁したりするのではなく、地域社会の一員として生徒たちに公共の場でのマナーや企業活動という経済の仕組みをしっかり教育していく責任があるよね。ほんとそれ。大分県の高校生も福岡県の中学生も自分たちがどれだけの人に迷惑をかけてどれだけの経済的損失を生み出してるか全く想像できとらんのやろうね。ネットで炎上して一生デジタルの十字架を背負う前に大人がしっかり叱ってやらんといかんばい。ということで今日は大分県の高校生によるコンビニでの悪ふざけ騒動と福岡県のマクドナルドにおける中学生出禁問題という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。